ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？葵、今日はね、デッドプール&ウルヴァリンの驚愕の制作費についての話題よ。デッドプール&ウルヴァリンってめちゃくちゃヒットした映画やろ？何が問題なと？それがね、現在、世界中で13億ドル、約2030億円も稼いだこの映画が、実は、ほとんど利益を出していなかったという衝撃的な事実が明らかになったの。ロンドンスタンダード紙の報道によってディズニーの英国制作書類から真の制作費が判明したのよ。13億ドルも稼いで利益が出とらんってどういうことや？信じられないかもしれないけど、この映画の制作費は5億ドル以上もかかっていたの。具体的にはイギリスの子会社が記録した数字によると4億1810万ポンド、日本円で約5億4770万ドルもの制作費がかかっていたのよ。5億ドル？それって映画史上でもトップクラスの制作費やないと？そうなの。しかもこれマーケティング費用を含めていない数字なのよ。イギリスでの税額控除で8200万ポンド、約1億700万ドル、約168億円が戻ってきたけど、それでもディズニーの純制作費は3億3610万ドル、約525億円に達しているの。税金戻ってきてもそんなにかかっとるんか。で、マーケティング費用はどんくらいなと？ディズニーは世界的なマーケティング予算を公表していないんだけど、マーベルの大作映画の歴史的なベンチマークから推測できるの。保守的に見積もって1億ドル、約156億円、標準的なブロックバスターで1億5000万ドル、約234億円、積極的な世界展開なら2億ドル以上かかるのよ。ってことは全部合わせたらとんでもない金額になるっちゃね。その通りなの。控えめに見積もっても、総制作費は4億3600万ドル、約680億円を超えるし、現実的な業界推計では4億8600万ドル、約759億円から5億3600万ドル、約837億円に達すると言われているのよ。しかも、これはバックエンド取引や配給費、金利、制作遅延に伴う諸経費を差し引く前の数字なの。バックエンド取引ってなんや？バックエンド取引というのは俳優や監督に対して興行収入の一部を支払う契約のことで、大物スターが出演する映画ではこの費用もかなり高額になるの。なるほどな。じゃあ13億ドル稼いだんやったらそれでもかなり儲かっとるんやないと？それが違うのよ、葵。ここからが重要なポイントなんだけど、ディズニーは興行収入の全額を手元に残せるわけじゃないの。映画館側にも分配金を支払わないといけないのよ。そうなんや。全部スタジオの取り分やないとね。そうなの。スタジオは通常国内興行収入の 55%、海外興行収入の約 40% しか受け取れないの。さらに中国からの収益は 25% しか入ってこないのよ。中国めっちゃ少ないやん。なんでそんなに少ないと？中国は映画市場に関する独自の規制があって、外国映画の収益配分が非常に厳しく制限されているからなの。では実際にディズニーがどれだけ受け取ったか計算してみるとね、まず国内収益が6億3670万ドル、約995億円で、その 55% だから3億5020万ドル、約547億円。国際収益が7億130万ドル、約1095億円あって、そのうち中国が5970万ドル、約93億円。中国以外が6億4160万ドル、約1002億円なの。中国以外からは 40% で2億5660万ドル、約400億円。中国からは 25% で1490万ドル、約23億円なの。ちょっと待って、計算が追いつかんくなってきたわ。全部合計すると、スタジオの総収入は6億2170万ドル、約970億円になるの。13億ドル稼いだのに、実際にディズニーに入ってきたのは6億2170万ドルだけなのよ。半分以下やん。それでも6億ドルあったら十分な気がするけど、ここで先ほどの制作費とマーケティング費用を考慮する必要があるの。で、今回次の3つのシナリオで見ていこうと思うんだけど、まずシナリオ A はマーケティング費用が低い1億ドルの場合、支出が4億3610万ドル、約680億円で、収益が6億2170万ドル、約970億円だから、利益は1億8560万ドル、約290億円になるの。おう、それやったらまあまあ儲かっとるやん。
次に、シナリオ B は、標準的なマーケティングで1億5000万ドルの場合、支出が4億8610万ドル、約759億円で、収益が6億2170万ドルだから、利益は1億3560万ドル、約212億円になるの。ちょっと減ったけど、まだ黒字やね。そして、最後のシナリオ C は、高額マーケティングで2億ドルの場合、支出が5億3610万ドル、約837億円で、収益が6億2170万ドルだから、利益は8560万ドル、約134億円しか残らないの。8560万ドル ?13 億ドル稼いで、利益がそれだけって、めちゃくちゃ少なくない？その通りなのよ、葵。しかも、これは先でも述べたけど、まだ、バックエンド取引や配給費、利息、制作遅延による諸経費を考慮していない数字なの。これらを全部含めたら、利益はさらに少なくなる可能性があるのよ。ちょっと待ってくれ。つまり、世界で13億ドル稼いだ映画が、実際には、ほとんど儲かってないってことか？そういうことになるの。この数字が示しているのは、ディズニーの制作予算が10億ドル規模のヒット作でさえ楽に支えられる額をはるかに超えて膨れ上がっているということなのよ。でもさ、なんでそんなに制作費がかかったと？デッドプールとウルヴァリンやったらそこまで金かける必要あったんかいな。実はディズニーは近年興行収入のポテンシャルを秘めた映画を不必要な支出の山に埋もれさせるというパターンを定着させているの。豪華なセット、CGI 技術、高額な俳優のギャラなど、あらゆるところでお金をかけすぎているのよ。要するに、無駄遣いしすぎっちゅうことやね。端的に言えばそうなの。デッドプール&ウルヴァリンは、マーベル史上、最も容易な勝利の一つとなるはずだったの。人気キャラクター2人の共演で、ファンは絶対に見に行くって分かっていたからね。確かに、デッドプールもウルヴァリンも人気キャラやもんね。こんなんヒット確実やん。ところが5億ドルの制作費と世界規模の大規模なマーケティング戦略によって実際の収益は一般の人々の予想のほんの一部にまで落ち込んでしまったのよ。で、ここでみんなにお願いがあるの。もしこの動画が面白いなって思ったらぜひチャンネル登録とグッドボタン、高評価を押してね。で、すみれ、これってデッドプール&ウルヴァリンだけの問題なんか？実はこれは一過性の問題じゃないの。ディズニーは予算を肥大化させ、真のヒット作でさえ損益分岐点に達するのに苦労するほどになっているのよ。他の映画でも同じことが起きとると？そうなの。観客のより好みが厳しくなっているにもかかわらず、ディズニーは2010年代初頭のマーベルブームがまだ終わっていないかのように、新作映画に資金を投じ続けているの。2010年代って、アイアンマンとかアベンジャーズが始まった頃やろ？あの時代はめちゃくちゃ儲かっとったもんね。その通りよ。あの頃は制作費も比較的抑えられていて、しかもマーベル映画は新鮮だったから観客が殺到したの。でも今は状況が違うのよ。どう違うと？今は観客がマーベル映画に飽き始めていて、よほど魅力的な作品じゃないと映画館に足を運ばなくなっているの。それなのに制作費はどんどん高騰していて、採算が取れにくくなっているのよ。なるほどな。で、ネットではこのニュースに対してどんな反応があったと？ SNS では様々な意見が飛び交っているわ。まず、13億ドル稼いで利益がほとんどないってどういう経営してるの？という批判的な声が多いの。そりゃ、そうやろうね。普通に考えておかしいもん。他にも、ディズニーは制作費をコントロールできていないとか、こんなんじゃ、マーベル映画の未来が心配という声も上がっているわ。ファンとしては心配になるよね。でも逆にディズニーを擁護する意見はないと？一部には5億ドルかけてでも最高品質の映画を作ろうとしたんだからむしろ称賛すべきという意見もあるわ。でもそういう声は少数派ね。まあ品質は良かったとは思うけど5億ドルかける必要があったかって言われると微妙やね。それにハリウッドの予算膨張問題は業界全体の課題という指摘もあるの。ディズニーだけの問題じゃなくて、他のスタジオでも同じような状況が起きているってことね。なるほど。じゃあさ、ディズニーはこれからどうすればいいと思う？専門家たちはディズニーが制作予算を大幅に削減する必要があると指摘しているわ。無駄な支出を見直して本当に必要なものだけにお金をかけるべきだってことね。具体的にはどこを削減できると？例えば CGI の使用を必要最小限に抑えたり、ロケ地での撮影を減らしてスタジオ撮影を増やしたり、高額なスターを起用しすぎないようにするとかね。でもさ、そういうの削ったら映画の質が落ちるんやないと？
それが心配されているポイントなの、葵。でもね、実は低予算でも素晴らしい映画を作っている例はたくさんあるのよ。重要なのは脚本やストーリーテリングで無駄にお金をかけることじゃないの。確かにな。CGI ばっかりでストーリーがつまらん映画よりストーリーが面白い映画の方がええもんね。その通りよ。実際、デッドプールの第1作目は比較的低予算で作られたけど大ヒットしたの。ウィットに富んだ脚本とライアン・レイノルズの演技が評価されたからね。ああ、そういえばそうやったね。第1作目はめちゃくちゃ面白かったもん。それに比べて今回のデッドプール&ウルヴァリンは5億ドルもかけたのに利益がほとんど出ていないという皮肉な結果になってしまったの。皮肉やね。お金かければいいってもんやないってことか。まさにそうなの。この報道を行ったロンドンスタンダード紙のクリスチャン・シルトとキャロライン・リードはディズニーの英国制作書類を詳しく分析してこの真実を明らかにしたのよ。よう調べたよね。ディズニーはこういう情報普通公開せんやろ？その通りなの。イギリスでは企業が一定の財務情報を公開する義務があるからそれを利用して調査したのよ。もしこの書類がなければ私たちは真実を知ることができなかったかもしれないわ。そういう意味では透明性って大事やね。本当にそうね。この情報が明らかになったことでディズニーは今後の制作方針を見直さざるを得なくなるかもしれないわ。でもさ、ディズニーってめちゃくちゃ大きい会社やん。この程度の損失なら平気なんやないと？確かにディズニーは巨大企業だけどこういう問題が積み重なると無視できなくなるのよ。実際ディズニーは最近いくつかの映画で興行的に苦戦していて株主からのプレッシャーも強まっているの。株主からしたら何やっとるんやって感じやろうね。記事によるとディズニーは大きな勝利を独り占めする代わりにまたしても勝利の目前で敗北をもぎ取る方法を見つけた。それは映画が失敗したからではなく支出のせいで勝利がこれまで以上に困難になったからだって書かれているの。なんか悲しい表現やね。せっかくヒット作作ったのに。本当にね。マーベルにとって10億ドルという世界興行収入はまさに大勝利と言えるはずなのに高額な制作費のせいで利益がほとんど出ないなんて本末転倒よね。ほんまそうやね。難しい問題やね。でもこのまま何もせず放置したらどうなると？スタジオが膨張する予算を抑制しない限り大作映画が自らの制作費に足を引っ張られるのは今回が最後ではないって記事では警告しているの。つまりこのままやと同じ問題が繰り返されるってことね。その通りよ。ディズニーは今年最大級の映画を制作したにもかかわらず安易な勝利を財政上の綱渡りに変えてしまったの。これは非常に深刻な問題なのよ。なるほどな。でもさ、映画ファンとしてはどう受け止めたらええんやろ？映画ファンとしては制作費の問題と映画の質は別物として考えることが大切ね。デッドプール&ウルヴァリン自体は楽しい映画だったという評価も多いから作品としての価値は認めつつビジネス面での課題は課題として理解するということね。まあ観客としてはちゃんと楽しめたらそれでええもんね。でもこういう問題が続くと将来的にマーベル映画の本数が減ったり好きなキャラクターの映画が作られなくなったりする可能性もあるから無関心ではいられないわね。それは困るな。まだまだ見たいマーベル映画いっぱいあるもん。だからこそディズニーには健全な経営をしてもらって持続可能な形でマーベル映画を作り続けてほしいのよ。ほんまそれやね。ということで今日はデッドプール&ウルヴァリンの衝撃的な制作費とその背後にあるディズニーの予算膨張問題という話題について見てきたけどみんなはどのように思ったかな？今回の動画の感想は下のコメント欄で教えてね。もしこの動画が役に立ったと思ったら高評価とベルマーク、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。